それでは、物体の落下について見ていきましょう。自由落下、投げ下ろし、投げ上げなどの運動では、重力加速度っていう加速度が常に働いています。つまり、どの運動も加速度が一定の運動です。それでは問題です。高さ h のビルの屋上から初速度 v0 で真上に球を投げ上げた。最高点の高さ、地面からの高さを求めよ。重力加速度の大きさを g とする。こんな状況です。高さ h のビルの屋上からボールをボーンと投げ上げた。初速度は v0 で投げ上げた。で、ここの最高点、一番高いところに来たとき、ボールが投げ上げられて、で、ここで一瞬止まったとき、このとき、ここから地面までの長さを、距離を求めなさいと。で、この最高点に来たときっていうのは、こっち向きに動いてたボールが逆向きに動き出す瞬間なので、ここではね、一瞬ボールが止まります。これ、かなりのポイントです。最高点では一瞬静止する。つまり、速度が0になります。みんなもね、何か上にポーンと投げてみればわかるように、最高点では一瞬ね、その物体は止まりますよね。止まらなければ U ターンはできないですよね。止まらなければ U ターンはできないですから、ここで一瞬止まる。そして、重力加速度の大きさは g。こっち向き、ね、初速度とは逆向きだね。下向きに g の加速度がずーっとかかってる。だからこのボールは、はじめこっちに動いてたけど、常に下向きに加速され続けてるもんだから、やがて速度が0になって、今度は逆に下向きにどんどん加速していくわけだ。では答えていきましょう。今回は上向きを正とします。軸をこのように取ります。別にこれ逆向きにしてもいいけど、今回は上向きを正として答えていきます。等加速度運動の3つ目の式。今の速度の事乗引く初速度の事乗は 2× 加速度 ×1 の変化。この式を使ってみましょう。今回この式を使ったのは、屋上から最高点までのこの長さを求めたかった。だから、1の変化 x が入ってるこの式を使ったんだ。しかも、時間について聞かれてないから、t が入ってないこの式の方がシンプルに答えが出る。では、弾が最高点で静止したときを考えます。今の速度 v は0。加速度はマイナス g。僕たちは上向きをプラスとしたんだったね。加速度は地面方向に、つまり僕たちがプラスとした方向とは逆向きに働いてるから、ここにマイナスをつけなければいけません。x についてまとめると、x は 2g 分の v0 の事乗。ここからここまでは 2g 分の v0 の事乗の長さ。今回聞かれているのは地面からの高さだから、ビルの高さ h も足してあげると、h プラス 2g 分の v0 の事乗となって答えが出るわけです。ここからちょっと発展として VT グラフを書いてみよう。さっきの運動の VT グラフを書いてみます。まず、初速度が V0。
ここからここまでが V0。VT グラフの傾きは加速度を表すんだったね。今回は傾きは常にマイナス G。傾き一定マイナス G。そして V が0になるとき、V が0になるとき、ここが最高点だね。最高点では、弾は静止するんだったね。このピンクの三角形の面積が屋上から最高点までの長さになります。VT グラフの面積は移動距離を表すのでした。この三角の高さは V0。高さは V0。底辺はいくつだろう？底辺はっていうと、はじめ速度は V0 だった。だけど、加速度がマイナス G だから、速度は1秒に G ずつ減っていく。速度は1秒に G ずつ減っていく。速度が0になるのは何秒後かっていうと、G 分の V0 秒後だね。そうだよね。例えば、はじめ1000円持ってたのに、1日に100円ずつ減ってったら、1000割る100の10日で、10日でお金がゼロになるってわかるよね。同じように、はじめ速度が V0 だった。1秒に G ずつ減っていく。何秒で0になるかなって知りたかったら V0 を G で割ればいいんだね。したがって、この三角形の底辺、つまり、はじめから速度が0になるまでにかかる時間、それは G 分の V0 だ。っていうことは、もう三角形の面積が求まる。2分の1かける G 分の V0 かける高さ V0。これが、ここからここまでの長さだ。それに、ビルの高さを足し合わせれば、答えはさっきと同じになります。こんな風に VT グラフを使っても、この問題に答えることができます。